こんばんは。あなたのマイテレビ錬金 TV のボスケです。今日はね、白衣なので顕微鏡の回ですね。あまり馴染みのない方もね多いかもしれないですがね、顕微鏡のメーカーっていろいろあるんですけれど、今ねここにあるね顕微鏡ね、共和光学工業というメーカーの顕微鏡です。このモデルはねバイオラックスという、もう今ではね売られていない製品にはなるんですけれど、私はねこの顕微鏡ね非常にね気に入ってますね。共和光学のね顕微鏡ってね非常にね光沢精度に優れててね、もうこのステージの上下だけでもわかるんですけれど、本当にね同じ視野でねグググって近づいてきて、そびどうとも非常に滑らかな動きをするんですね。滑らかなんですけど緩いわけじゃない、程よいテンションで動きます。これ昭和何年なのかな、結構前に作られてはいるんですけれどね、元の所有者の方が非常に綺麗に使ってくれていたのか、もしくはね全く使ってなかったのかよくわかんないですけれどね、ステージもね全然傷がないですしね、レンズも全然傷がないですしね、傷という傷が何もないそんな顕微鏡をね譲ってもらってます。そんな共和光学の顕微鏡ですが、残念ながら令和3年3月末に今売られている顕微鏡の機種全てがディスコンになってしまいます。つまり完成品の顕微鏡も売らないっていうことなんでしょうかね。このメーカーはねかなりの昔から性能の良い顕微鏡を作られてきた会社なので、非常にねちょっと寂しい思いをしております。ただ時代の流れなのでもう仕方ないと思います。共和光学さんのねホームページには、今後はねオーダーメイドでレンズユニットを開発していきますって書いてあるんで、会社自体を畳むってことはないですし、今までのね光学事業そういったものをより強化するっていう意味で捉えてもいいのかもしれないですけれど、とはいえね実力のある顕微鏡メーカーがね一社減っちゃうっていうことなんです。それでね今回この追悼動画を出しました。共和光学さんっていうとね、私はもう一台実は持ってまして、これはね一回紹介はしてるんですけれど KL2 かな、このモデルはロングセラーの商品なんですけれど、例外なくディスコンということなので、この商品もディスコンになりますね。プリズム仕様じゃなくって鏡が入った仕様なので、像がね鏡像になってしまうんですね。生物顕微鏡はね薄いプレパラートを透過させてみるので、鏡像になったとしてもねこっちから見た姿だと思えばねいいわけなんですけれど、ただやっぱり実際はねこっちから見た像を反転しているわけなので、やっぱりね今の時代なのでプリズムを入れたねちゃんと上下左右がね統一に見える顕微鏡をやっぱモデルチェンジしてでも生産した方が良かったんじゃないかなと思うんですけれど、多分ねそこまで需要がなかったのかもしれないですね。でもねやっぱり小中学校の教科書ってもうプレパラートをね動かすと上下左右逆に動くっていうのがねテスト問題にも出るので、やっぱりねこういう鏡を使った顕微鏡を小中学生用として売り出すとねちょっとやっぱり教科書通りに動かないので、それはちょっとね厳しかったんじゃないかなとは思います。家庭用の顕微鏡にはねコストダウンかなんかわかんないですけれど、鏡を使ったね顕微鏡がねたくさん売られてはいますが、ちょっとそこら辺がねずっと昔のモデルのままだったっていうのが、個人的には残念だったと思うところです。日本のメーカーってねなんか知らないけれどなかなかね一回設計をしたらずっとねそれをね使い続けるんですよね。どんどんねガラパゴス化しちゃいますよ、日本の製品っていうのはいくら良くても。で結局ねガラパゴス化してでねあまり汎用性がなくなって、で結局こうやってねディスコンっていう風にね繋がってっちゃうわけなんですよね。多分企業さんのね体力的にもなかなかね難しいとは思うんですよ、実情では。例えばね同じ例としてビクセンの FM シリーズっていうね国産の顕微鏡があったんですけれど、あれも同焦点距離がね 36mm っていう古いタイプのがずっと売られてたので、あれも結局ディスコになりましたよね。マニアからすればねちょっと汎用性がないもんで、やっぱりねあえて買うってことはできないわけです。売れなくて仕方がないって感じです。ちょっと私ねきついこと言ってるかもしれないですけれどね、実際はね金型も作らないといけないもんで大変だとは思うんですけれどね、そんなに売れるものでもないですし。はい、というわけでね今日は光学工業さん、これからもね新しいビジネス展開で頑張ってください。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。